カズハちゃん、ここ。目釘がだいぶ傷んでおるの。そんなのダメなの。刀だってそんな扱いされたらケンスケが困った時に答えてくれないの。だったらマリが目釘の作り方も教えてあげるの。ここからの方が教えやすいの。ずるいぞマリー。世も主様の膝で教えたい。何を考えるのか知らんが、それは主様の努力が足りんからであろう。じゃあカズハちゃんも一緒にケンスケのお膝に座るの。半分こするの。さすがマリは話がわかるの。やれやれ、日の高いうちから何をしておいでですか、公方様。見てわかろう。夫婦の触れ合いというやつじゃのマリ。して何用じゃ。夫婦の時間を邪魔するなら言うとて容赦はせんぞ。それがしは邪魔をするつもりはなかったのですが。申し訳ありません、カズハ様、マリさん。お二人に少しお話が。要件は良いが、お主もシノに呼ばれた口か。いえ、それがしはそこでお会いしただけですが。そうか。であれば残って主様を見張っておれ。ひょっ。主様は分からずともよい。その方がよかろうのシノ。そうですね。ユウさん、お願いできますか。はあ、まあ主命とあらば。であればシノ、用事があるなら手早く済ませろよ。世も暇ではないのじゃ。承知いたしました。それじゃあケンスケ、行ってくるの。ですな。そのいえ、健介殿からそれがしのはおそらく気まずくなると思いますゆえ。はあ、でしたらこの間のようなことはですね。だから申したではありませんか、気まずくなると。健介殿はここまで噛み砕いて言っておかねば通じぬではありませぬか。健介殿のしないしないはそれより健介殿の要件とは。それがしが教えるとまた公方様がおすねになる気しかいたしませぬが。
そうですな。ではまず材料となる竹のかけらと削るための小刀をご用意いただけますか。ですな。竹にも硬さがいくらかありますので健介殿。そういうことをおっしゃるのもどうかと。さようですな。前の目釘を手本に多少斜めに形を作っておいた方がはまりやすいかと。この間とおっしゃいますと。あの時のことですか。いえいえ、大したことではありませぬとも。それがしがしたのは微々たる働きで、とはいえ褒めるくらいならもっと出していただきたいものが。いや、そのおぜぜのことですよ。そうですとも、おぜぜですとも。ユウさん、こんなところにいらしたんですね。おー、何ですか二人とも。そんなにあやなたちが来て嬉しかったですか？そうですな。ほれ、お二人ともこちらにおかけなされ。茶菓子はありませぬが座布団はございますぞ。いいえ、そこまでは。はい、ユウさんにこの間のお礼がまだだったなと思いまして、城のお台所を借りて草餅を作ってきたんですが、よかったら。おお、これはかたじけない。よかったら健介様もどうぞ。健介様、刀のお手入れですか？あやなも教えてあげるですよ。おお、危ない危ない。お？すごいです。どうやったですか、ユウ。
別に大したことでもございませぬよ。ただの手慰みというやつでして。そのひょいってやるのすごいです。教えてほしいです。ちょっとあやな、それはいいけど早くしのさんのところに行かないと。ユウのさっきの技を覚えたら、あやなもトンボ切りをどこからともなく取り出して。それはもうできるでしょ。ユウさんにもご迷惑だし、健介様も刀のお手入れが終わってないし。いえいえ、それがしたちのことはお気遣いなく、むしろいていただいた方が。だったら後で教えてもらうです。約束ですよ。ほら早く行く。行ってしまいましたな。なんですかな。さようですか。時々穴にはめてうまくはまるか具合を確かめてくださいませ。はあ、いえ、そこで黙られると大層気まずいのですが。ただいまなの。シノ殿のご用件は？もう済んだ。今はカヨたちと話しておるが、進み具合はどうじゃ？目釘もうできてるの。ケンスケすごいの。なんじゃと？ずるいぞユウ。ほら、やっぱりそうおっしゃいますよね、久保様。当たり前じゃん。世も主様の膝で手取り足取り目釘の削り方を教えたかったというに、さすがにそこまではしておりませぬ。というか、そのあたりはこう久保様の心の広さで軽く流すところではありませぬか。世が存分に甘えた後なら許さんでもないが、それとこれとは話が別じゃのうマリ。マリ？マリ！お主もずるいぞ。だったらカズハちゃんもケンスケのお膝で草餅食べるの。かよちゃんの草餅おいしいの。当然じゃ。よいな主様、よくなくても座るが。なるほど、ここで食う草餅も格別じゃな。やれやれ、モテる殿方というのも大変ですな、健介殿。まったくもって